ぶどういっぱいになってきた。そろそろ袋かけが始まるので、殺菌剤はこれ。右は20フロアブル。これ、オンリーワンフロアブル。オンリーワンフロアブルをやっていきます。はい。それでは今日はこれです。ぶどういっぱいになってきた。そろそろ袋かけが始まるので、袋かけ前の殺菌、殺虫、ちょっとやっていこうと思います。今から薬を調合します。はい。それではこれですね。まず今日は殺菌剤はこれ。右は20フロアブル。ラックコードは殺菌剤の52番。この52番はほぼ、他の薬剤ないので、これだけで、ですね。だから殺菌剤はこれでいきます。リンゴなし応答。ぶどうもあるね。ぶどう。殺菌。いきます。で、殺虫剤は、まあ、メロンで使ってトランスフォーム。そしてこれ、アミノメリット、黄色、入れます。葉面散布剤。355。窒素が3、リン酸5。カリが5。そしてこれカルシウム、カルタスですね。これと相性がいいカルシウム剤。入れます。そこに、マグマ SI も入れていきます。計算系の、バイオスティミュラント。そして、あとこれですね。ピタリ G1。ピタリ G1。どっかに書いてあるかな？書いてないな。ピタリ G1。これは糖分ですね。糖蜜の葉面散布剤。で、さらに、デカミンマックス。アミノ酸ですね。アミノ酸。これを全部混ぜて、葉面散布していきたいと思います。はい。それでは、散布していきます。しっかりと房にかけていきます。房と葉っぱ。まだ黒糖病出てないからさ。今日はちょうど無風でいい感じだ。これやっとかないと袋の中で黒糖病とかになって袋かけちゃうともう様子が見えないから大変なんですよ。こんな感じでやっていきます。はい。それでは、前回、これ、右はフロアブルを一回やったんですけど、で、今回は、また、袋かけ前に、これで右はやって袋かけちゃおうと思ってたんですけど、そっからもうずーっと雨、2連台風の雨と引き続きでずーっとあれで、しばらくぶりにこう晴れてきました。晴れてきたっていうより曇りだったんだけど、今になってちょっとね、夕方です。夕方、もう5時半過ぎてる。で、液肥とか入れると、粒が、焼けたりするのが怖いんで、夕方やるようにしてます。で、今回は、これ、オンリーワンフロアブルをやっていきます。これ、殺菌剤のラックコードで言うと3。これはトマト用のトリフミン乳剤なんだけど、これが3。トリフミン系統ってことですね。オンリーワンフロアブル。そして、ブドウには、ここブドウ。バンプ病、黒糖病、サビ病、灰色カビ病、うどんこ病、スステン病、活斑病、白腐病、白く腐る病気に2000倍で、使用時期は収穫の前日までっていうことですね。やっていこうと思います。2000倍。で、これだけやるのはもったいないんで、もう右側は入れたからもう来年までいらない。まずこれ、アミノ酸、テカミンマックス。これを1000倍で入れます。そして隣のアミノメリット。これを500倍で入れます。で、カルシウム500倍で入れて、マグマ SI を1000倍で入れます。これ、微細水溶性計算。植物の細胞壁を強くしたり、そして緑をしっかり葉っぱを緑にして葉肉が厚くなる計算。これはもうその都度入れてる。で、これで1、2、3。
4、5種類。で、転着剤はドライバー。使っていきます。ドライバーは、ここだね。穀類、野菜類、果樹類、茶、柿類、観葉植物。何にでも使えますね。ドライバー。メロンにも使ってます。これは、よくくっつく。葉っぱの表面、ワックス層みたいになってて、ポロンポロンっつって、転着剤入れないと全部流れてっちゃってもったいないんで、転着剤を入れるんですけど、これは最近のやつでよくくっついてよく広がるっていうやつ、転着剤ですね。ドライバー。で、ドライバーを1000倍で入れて、で、ドライバーは、よくくっつくのもそうなんだけど、乾くのが早い気がする。こうやって一回ふわってかけて、で、さーっと乾いてっちゃう。広がるのも早いけど、乾くのも早い。そんな感じで、まあドライバーですね。最近はもう転着剤は。こんな感じでやってますね。殺虫剤は入れなくていいですね。前回トランスフォーム入れてあるんで。エフィコンも入れてもいいんだよな。エフィコン確か、あれにも入ってたからな。まあいいや。将来的に、今回は、これ最後にこれをかけといて、身にうどんこ病が来ないように、袋掛け前にしっかりと身にかけて、それで袋掛けに突入していこうと思います。はい。これから、ちょっとこれ全部調合していきます。また後で。はい。それでは終わったんで、調合できたんで、かけていきます。葉っぱと実にちゃんと引っかかるように。昔ね、シャインマスカットをやり始めた時にね、結構山梨とか果樹で、外で、路地でシャインマスカットとか作ってるんで、ブドウって意外と丈夫なんだと思って、そんなに病気なんか気にしなくても、だいたいみんな外で作ってっから大丈夫なんだっぺやと思ってて、だいたい本当にメロンで使ってる殺菌剤で、ブドウに登録があるやつだけで、それぐらいをちょっと予防するだけでやってたんですけど、速攻でその黒糖病になりましたね。でも黒糖病出ちゃうと、もうその年は止まらないんで、もう先手でやっていかなきゃいけなくて、で、出ちゃった時にいろんな人に聞いたり、農業事務所に聞いたりとか、あとはネットで調べて、それこそ動画見せてもらいながら、そうするとやっぱり、シャインマスカット黒糖病って調べると、かなり結構いろんな文献とか、みんな悩んでるんだなーっていうのがわかるぐらいの、動画が出てきて、で、そっから、各、山梨だとか、長野とかいろんなところの防除歴をネットで漁って調べて、防除歴っていうのはこの時期にこの薬をやるといいよみたいなのが各県、県とかだね、地域によってもあれが季節がね違いますからね。だから長野とかだったらこっちより全然寒いんで、ある程度先取りで、例えば長野が5月にやるっつったのをこっちはもう3月にやってみたりとか、そういうやり方でやってましたね。で、今になって3年やってある程度経験がちょっとついてきたんで、もういろんな農薬も大体分かってきたんで、幸い僕メロンの方で農薬のラックコードとか何系ってのを大体覚えてたんで、それをちょっとブドウの方に応用して、ブドウに効くその殺菌剤、主に殺菌剤ですね。殺虫剤はブドウ専用で買ってないですね。メロンで使ってる殺虫剤でブドウに登録があるものも結構あるので、それで賄ってますね、殺虫剤は。殺菌剤はメロンに登録がないんだけど、
ブドウにはよく効くぞっていう薬とかが結構あるんで、それは揃えました。例えばデランとか、右は20とか、それこそこのオンリーワンフロアブルってやつも、メロンの登録はないんで、これブドウ専用の、うちで言えばブドウ専用ですね。の薬なんで、それは揃えました。それで去年は黒糖病出さなかったし、一昨年はちょっと出たのかな。だからまだ未熟だったんだよね。で、去年は全然木にもかけとく。これでしっかりかけた。だいたいこんなもんですね。5リットルぐらいですよ。このぐらいの面積だったら。一応10リッター作ってあるんですけど、まあ他にもあっちに、あれがあるんで、これで安心して袋がかけられるかな。今んとこ病気なし。こんな感じですね。まあでも、甘く見てた。本当に。果樹とか、例えば、ブドウもそうだけど、桃とか、みかんとかも、みかんはそんなに病気来ないかな、うちは。外で基本育ってる木とかは、強えだろうと思って、ちょっと甘く見てた。シャインマスカットはでも、育てやすいって言われていますが、あれですよね。結構、黒糖病は要注意ってやっぱり言われますね、シャインマスカットは。だからもう、僕も一番、まだベト病はまだ経験したことがないんだけど、まあ薬が、入れてる薬が重なってる部分があるんで、多分それで抑えられてるんだと思うんだけど、うどんこ病もないな。今のオンリーワンとかも、うどんこ病にも効果がある、薬なんで。まあ、主に僕は全部、黒糖病を抑えようと思って、殺菌剤を順番に選んどいて、やってますね。はい。そんな感じで、まあ、なかなか農薬散布の動画もめったに作ったりしないんで、ぶどう、黒糖病予防、もうずっとこのとこ梅雨で天気悪いです。もう黒糖病だ、病原菌が今蔓延している最中なので、もう先手を打って予防するっていう動画でした。皆さんもこの梅雨の中で病気は大丈夫でしょうか？なるべく先手で、対処していきたいものです。もしあれだったらコメント欄でいろいろ教えてください。面白かったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。以上。